どうも、ハイラル帰りの男、ヒデチューブです。突然ですが皆様、こちらのキットご存知でしょうか？見た目の愛らしさと毒のあるキャラクターでキッズに大人気のミニオンズ。そのミニオンズをみんな大好き、青島文化教材さんがキット化したものですね。こちら正式名称はトコトコミニオンと言いまして、定価は1320円です。ミニオンズの中から4種類ほどキット化されてるんですけど、私は今回スチュワートを購入してきました。パーツ数が少ない割にはきっちりと色分けがされてまして、子供が初めて作るプラモデルにも最適かなと思ったりします。ただ一部部品はかなり小さくなってますので、あまり年齢が小さい子だとちょっと扱わせるのが難しいかもしれません。髪の毛なんかもちゃんと部品が分かれてます。将来こんな髪になっちゃうのかな、やだな。目玉も種類をつけるために何種類か付属しています。今回はこのスタンダードな目玉で作っていこうと思います。よいしょと。よいせ。はい、これで完成です。はい、そういうわけで制作時間10分ほどで完成しましたトコトコミニオンのスチュワートです。少ないパーツ数で色分けも結構きっちりされてまして、大変可愛らしいキットかなと思います。このキット最大の特徴は坂道をトコトコ下っていくということです。見てください、見てください、この可愛らしい動きたまんねえ。さて突然ですが皆様、こちらのキットをご存知でしょうか？可愛らしい見た目とアニメ本編には登場していないのになぜかキット化されているというミステリアスな存在感、そして古のキットがゆえに色分けや分割などに全く気が使われてないということで、大人キッズに大人気の100分の1アッグでございます。今回の動画、ここからが本番です。先ほど紹介しましたトコトコミニオンよろしく、こちらの100分の1アッグをトコトコさせたいと思います。それによってアッグの魅力が100倍ということですね。とりあえず何も考えずに説明書通りにバチバチと組んでいきます。今回は塗装するつもりがありませんのでこれでいいです。トコトコした時点で終了です。古のキットなのでもちろん接着剤は必須。よいしょ。腕も何もかも大胆なモナカ割りです。よいしょ。さてトコトコさせるにあたって足と胴体の接続はスムーズに動かなきゃいけませんが、残念ながらそうはなっていないので、足側の穴を拡張しますかね。軸が5ミリなんで5ミリのドリルで1回探ってみましょう。最近大きいドリルでもつかめるようにチャックを買ってきましたので、5ミリのドリルを掴んで穴を一度探りますが、どうですかね、これでいけるといいんですけれども、もしこれでダメだった場合は軸側をちょっと細くするとかチャレンジしていこうと思います。取れちゃった。よいしょ。よし、さあどうかな。ちょっとまだこっちは硬いかな。仕方ないので軸は後で削っておきます。軸と穴を調整後ですけれども、足をはめるとこんな感じでスムーズに動くようになりました。反対もはめまして、こんだけスムーズに動けば十分かなと思います。このままだとあまりにも足が自由に動きすぎるので、動きをある程度抑制しようと思います。で今回はどうしようかな、穴を開けてそこにプラボを突っ込んで抑制する形にしますかね。勘どころがわからないので、適当にこの辺に穴を開けてみますか。なんせ作ったことがないんで、入れとことこする機構をやってみましょうという感じです。
足から胴体まで一直線上に穴を貫通させてやります。で、この胴体側に 3mm のプラボを突っ込みつつ、足側の穴を拡大することで動きをある程度抑制できるんじゃないかなと思っています。足側は手元にあった一番太いドリルで穴を拡大していきます。急に穴系を大きくしすぎたんで穴がグズグズになってしまいましたけど、とりあえずこれでよし。後でデザインナイフできれいに揃えましょう。で、本体側にはこのランナーから適当に棒を切り出しまして、これを入れる。よいしょ。で、ここに足をはめればある程度動きが抑制できるんじゃないかなと思ってます。抜けると都心でとりあえず接着。足をはめるとこんな感じである程度動きが抑制できたかなと思います。勘どころがわからないんで、これがどんぐらい動けばいいところなのかはわからないですね。とりあえずやってみましょう。トコトコさせるにあたって足の裏に半月状の形が必要だというのはなんとなく分かっているので、サークルカッターでいい感じにプラ板を切り抜きまして、それを接着してみようと思います。ただね、この半月状の形状がどれくらいの大きさのものがあればいいのかとかが全くわからないです。なので今回はとりあえず半径 90？ 半径 90mm で作ってみますか。長さもなんとなく足に収まるだろうぐらいの長さでカットしていきます。カッターの刃を入れる回数がちょっと足りなかったんで仕方なくニッパーで切ってます。最終的にはこんな形状のプラ板が完成しました。で、これを足の裏に貼っていきます。とりあえずベタって接着すればいいかな。よいセット。これだけだとさすがに強度に不安があるので、ストレスメンバーをプラ板で適当に作っておきたいと思います。ここに接着すればいいかな。よいしょ。なんとなくトコトコしそうな気がしたのでテスト。いやいや、そんなはずはない。おかしいおかしい。ちょっと腕の位置を変えてね、重心の位置を変えて、これどうだ、いけるんじゃないか。ダメぽー何回かチャレンジして結局一度もトコトコさせることができませんでした。あまりに悔しいのでトコトコミニオンを何回も何回も舐めるように見て、ネットでも調べていろいろ分かったことがあります。まず足の重心位置。歩くためには足が前に出なきゃいけないんですけれども、このキット軸の位置がかなり後ろ寄りにあって、足がね、つま先が下を向くような重心位置になっちゃってるんですよね。これをまず是正しなきゃいけません。じゃないと足を前に出すことができない。次に本体ですね。前後似たような形状でど真ん中に重心位置があるかと思いきや、微妙に前寄りに重心が来ています。なのでこれをできれば後ろに重心を寄せたいなというところ。あと全体的に重心位置が高いので軸を切り取って上に移設することで重心位置を下げようと思います。ということで釣り具屋さんで重りを買ってきました。これをいろんなところに仕込んで重心位置を変えていこうと思います。足は重心をもっと後ろに持っていかなきゃいけないので、かかと側に鉛を入れていきます。2個じゃ全然足りない雰囲気がしますね。何個ぐらい入れりゃいいかな。3個でも足り、重りに動かれるとめんどくさいので、とりあえずマステで固定して様子を見ていきましょう。最終的な
鉛の位置が決まればホットボンドで固定をしようと思っています。足の軸位置も上に持っていきたいので、どうだろう、これぐらいかな。可動範囲も確保しつつできるだけ上に持っていきたいというところですね。何回もテストを重ねて大体の仕様が決まったので、こちらのホットボンドで重りを固定していきたいと思います。結局かかとには重りを5個仕込むことにしました。今回みたいに隙間があるものを無理やり固定するのにホットボンドは便利ですね。胴体の重心位置はバックパックに重りを仕込むことで変えました。バックパックは重り1個にとどめております。ホットボンドの熱が取れたら足を最終的な組み立てをしていきます。よいしょ。結局ですね、足の可動範囲を調整するのにプラ板を貼ったりですね、足裏のグリップを稼ぐためにビニールテープを貼ったりしてフランケンシュタインのような見た目になってしまいましたけれども、もう今回はこれで良しとしたいと思います。はい、ということでトコトコアッグ完成いたしました。どうでしょうか。非常に可愛らしいアッグに仕上がったと思います。トコトコミニオンを見てこれを作ろうと決めたんですけれども、あれの構造が意外とシンプルなもんですから、まあ大した苦労もせずにトコトコさせることができるんだろうと高をくくってたら、すっげえ労力かかりました。何回もテストしました。微調整も何回もやってます。さて、こちらの坂道をとことこ下っていくこの運動、学術的には受動歩行運動というらしいです。ロボットの分野ではかなりメジャーな研究対象らしく、ネット検索していただけるとかなりいろいろな記事を読むことができます。自分で作ってみても足の重心位置だったり胴体の重心位置、まあそれぞれのパーツの重心位置に始まり、軸の滑らかさだったり足首の可動範囲だったり足裏の半月板の形状位置でグリップをどうさせるかっていうところでチューニング項目がすごく多くて、これってもしかして小学生の自由研究とかでやると面白いんじゃねって思いましたね。ちなみに一番シンプルな形状だと目玉クリップ2つと棒があれば作れるらしいですが、またそれもね、その半月板の形状だったり足の幅だったりを調整すると動きが変わるっていうのもあって、まさに自由研究にうってつけ。お子様のいる方ぜひこの夏チャレンジしてみてください。といったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画またいつになるか分かりませんけれども、次回お会いしましょう。さようなら。